エモエモ。こんにちは、えもこです。今回はご夫婦の水性マーカー72色をレビューします。ペン先が筆と細字の2種類ついているタイプです。水性マーカーは水筆でインクを薄めたりにじませられるので、コピックのような油性マーカーとは違った水彩風の優しい雰囲気の絵が描けます。ご夫婦さんの油性マーカーは高品質なのに1本あたりの値段が安くてコスパが高いので個人的に気に入っているのですが、水性マーカーは今回初めて使うので、油性のイラストマーカーと何が違うのか、実際にイラストを描いていいところ、気になるところをレビューしたり、水性マーカーと相性のいい紙も調査してみたいと思います。それでは早速開封していきましょう。丈夫そうなプラスチックのケースに入っています。中にはペン72色に下敷き、説明書、色見本を作る紙に水筆が3本入っていました。水筆は筆先のサイズが大中小と分かれていて使いやすそうです。今回は72色セットになりますが、ケースが淡い色、中間色、濃い色と24色ずつ小分けにされているので、淡い色だけ欲しいという人は淡い色の24色だけ購入することもできます。白いペンに銀色の文字がすごくおしゃれで、カラフルなキャップが可愛いです。ペンを握るところには滑り止めの加工がされています。ペンの長さが本物の水彩筆と同じくらいの長さなので、ペンを寝かせて書くのが楽そうです。キャップは硬すぎず緩すぎず開け閉めしやすいと思います。ペン先は筆と細字がついています。筆はペンを押さえる強さで線の太さを調整しやすく、色が塗りやすいので、イラストを描く人は筆ブラシのマーカーがおすすめです。反対側の細字は細かい部分を塗ったり、線画や文字を書くときに良さそうです。ただ筆の質感がやや硬めなので、さっと描いた線が他の筆マーカーよりもやや細くなります。細字が 0.9 から1ミリ、筆が1.5 から 3.5 ミリです。なのでアルコールマーカーの筆ブラシに慣れている人は筆の硬さに驚くかもしれません。試しに別の水性マーカーも使ってみましたが、そちらも筆先がやや硬めだったので、水性マーカーの筆は油性マーカーよりも硬めなのかもしれません。筆が硬くてしっかりしているので、細い線が綺麗に描けそうです。髪の毛や小さい絵を描くときなどに細かいところを塗りやすいと思います。色い面を塗るときには筆を横に寝かせると太い線も描けます。線が重なったところが濃くなってムラができますが、ムラをなくしたいときは水筆でぼかすと良さそうです。次は付属の色見本表に色を塗ってみます。キャップの色と紙に塗った時の色が違って見えることがあるので、私はマーカーを買ったら必ず色見本を作っています。塗っていて気がついたのですが、キャップに色番号が書かれていないので、欲しいペンを探すのが少し大変です。色番号は本体に小さく書かれているので、そのままだと色番号が見えるようにペンを回して確認するのが大変です。なのでペンを探しやすくなるように、淡い色、中間色、濃い色に分かれて入っていたペンを表と同じ順番に入れ替えてみました。表が2枚でケースが3つなので見方が少し分かりにくいですが、赤系、青系など色ごとにまとまって選びやすくなったと思います。気になる人は100均の丸シールに色番号を書いてキャップに貼ると選びやすくなるかもしれません。というわけで72色をざっと塗ってみました。薄い色のキャップが実際の色よりも少し濃いように見えますが、他はだいたい似た色になっているかなと思います。淡い色や明るい色が多く、発色も綺麗でいいと思います。肌に使えそうな色もいくつか入っていて嬉しいです。揚げ色に使える薄紫もたくさん入っていて、イラストが描きやすそうです。茶色が1色しかないのに驚きましたが、水筆で色を混ぜれば他の色も作れるので、これだけあれば欲しい色がなくて困ることはなさそうです。それでは実際にイラストを塗ってみたいと思います。まずはパソコンで線画を描いて、家のプリンタで印刷して色塗りしていきます。紙は丸マンのスケッチブックを切ったものを使いました。筆先で線を強くこすると印刷した線がにじんでしまうので、線にはなるべく触れないように塗っていきます。水性マーカーで塗るときはできれば耐水性のインクのペンか鉛筆で線画を描いた方が線がにじまなくていいと思います。肌色は
WG000 を使います。ペン先が固めで普通に塗ると細い線になってしまうので、ペンを傾けて線が太くなるようにして肌を塗りつぶしていきます。お夫婦水性マーカーのいいところですが、コピックなどの油性のアルコールマーカーのように色がにじんだり裏写りしにくいところです。油性マーカーだと線の内側を塗ったつもりでも、塗った後にじわじわインクが広がって線からはみ出してしまうことがあるのですが、水性マーカーは油性ほどにじまないので、油性マーカーのにじみが苦手な人には良さそうです。裏写りもしにくいので、よほど薄い紙でなければ下敷きがなくても下にある紙や机を汚さず絵が描けます。間違えて机を汚してしまっても水性なので簡単に拭き取れるのもいいと思います。水性マーカーのいいところ2つ目は水筆で後からぼかせるところです。このマーカーは速乾性でインクが乾くのが早いので、マーカー独特の色ムラができやすいのですが、綺麗にムラなく塗りたい時に水筆で簡単にぼかせて色ムラを消せるので、ムラができたら修正できない油性マーカーよりも扱いやすいかもしれません。ただ後で詳しく説明しますが、紙によってはうまく水筆でぼかせないので注意です。濃く塗りすぎた時には水筆で薄めたり、水で浮いたインクをティッシュで拭き取って色を薄められるのもいいと思います。水性マーカーのいいところ3つ目はインクが匂わないところです。油性マーカーはアルコール独特の匂いがあるので苦手な人もいると思うのですが、この水性マーカーは無臭なので油性マーカーの匂いが苦手な人にはいいと思います。次にお夫婦水性マーカーの気になるところですが、油性マーカーと比べて紙が傷みやすいところです。インクが水性なので同じところを何度も塗ると水分で紙がボロボロになりやすいです。そんなの当たり前ではと思うかもしれませんが、油性マーカーは同じことをしても紙が削れないので、水性マーカーで重ね塗りするときは筆圧を弱くして塗るか、インクが完全に乾いてから塗った方が良さそうです。後からいろんな紙で試し塗りして分かったのですが、使う紙によって削れ加減や水筆を使った時のにじみ方が違うので、絵を描く前にこんな感じで試し書きするといいと思います。試しに水性マーカーと水筆でいろいろな紙に描いてみましたが、水彩紙や画用紙は水で色をぼかせるし紙が傷みにくくておすすめです。パステルやマーカー用に作られた PM パッドという紙だとボロボロにはならなくて色はぼかせるけど水彩っぽいにじみが出ませんでした。コピー用紙やケント紙はぼかしにくくて、特にコピー用紙はボロボロになりやすかったです。あと水性マーカーの気になるところというか、人によって好みが分かれそうなのが筆が固めで線が少し細くなるところです。油性の筆マーカーは筆先が水性より柔らかいので筆圧をかけるだけである程度広い面も塗れるのですが、水性マーカーで広い面を塗ろうとすると筆を寝かせないといけなかったり、後から水筆で伸ばす必要があるので筆の硬さは好みが分かれるかもしれません。ただ筆が硬い分丈夫で長持ちしそうなのはすごくいいと思います。100均の油性イラストマーカーは筆圧強めで描くとすぐに筆がパサパサになってしまうのですが、夫婦の水性マーカーは筆先を何度か強く押さえつけても全然ボロボロになる気配がないので、筆の耐久性は100均の油性マーカーよりも高いと思います。なので筆圧が強めの人や力のコントロールが難しそうな小さいお子さんには筆が硬くて丈夫な水性マーカーの方が向いているかもしれません。ちなみにお夫婦マーカーは筆先がダメになっても筆を引き抜いてひっくり返せば筆先を新品に交換できるエコな作りになっています。あと使いたい色がない時に油性マーカーだと重ね塗りで欲しい色を作るので水性マーカーでもやってみたのですが、色の組み合わせが難しかったり色が濃くなってしまって思い通りにはできませんでした。慎重に塗りたい人は普通の水彩絵の具のようにパレットに色を出してから水筆で塗るといいと思います。紙に直接塗るよりも色味を調整しやすくなるのでイメージ通りの色でムラなく塗ることができると思います。
ただこの塗り方を続けているとだんだんとパレットに色を出すのが面倒になりそうなので、パレットの使用はほどほどにした方が良さそうです。そんな私もまだまだ水性マーカーは不慣れなので、うまく塗れなかったところは水筆でぼかしてごまかしています。油性のイラストマーカーは失敗するとほぼ修正不可能なので、こういう塗り方ができるのも水性マーカーのいいところかなと思います。私も水性マーカーでもっと綺麗に描けるように頑張ります。最後に紙を乾かして完成です。紙が乾いたら仕上げに色鉛筆や白ペンを使ってもいいと思います。ということで今回は夫婦水性マーカー72色セットをレビューしてみました。筆が丈夫で発色も良く高品質なのに価格が1本あたり約79円と筆タイプのマーカーの中でもかなり安く買えて便利な水筆などもついてくるので、なかなかコスパが高い画材だと思います。油性のアルコールマーカーと比べて一長一短がありますが、インクがにじみにくかったり水性で汚れが落としやすかったり匂わなかったり、お絵描き初心者の人でも扱いやすいので、手帳やノートにイラストを描いたりちょっとした落書きに色をつけたり手軽にささっと絵を描くのに良さそうな画材だと思いました。よかったら参考にしてみてください。今回紹介したお夫婦マーカーのリンクは動画の説明欄に書いておきます。油性マーカーのレビュー動画もあるので、気になる人はそちらも見てみてください。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。